はい、こんにちは。山下夏美です。今回は3日間ですね。まずは5月8日、木曜日。この日の映像からですね。ちょっと今回3日間でね、8日、9日、10日なんですけど、結構波サイズの変化が激しくて、この8日はですね、だいたいサイズが55センチから60いかないぐらい。で、次の日が、まさかの40センチで、まあ、30センチ台もあるみたいな日で、で、3日目が1メーター超え、1メーター60センチとかあったっていう感じで、ちょっと波の変化がかなり激しかったんで、この9分ぐらいの動画の中でもかなり波の変化が激しい映像となっております。で、まずね、初日8日なんですけど、この日ね、形はかなり綺麗だったんですけど、うねりのパワーがやっぱりね、あんまり感じられなくてね、かなりいいゾーンを探しながらやるのに戸惑った感じでした。ただですね、こっちのライト側はですね、結構綺麗な形なんで、このライト側を狙ってしっかりターン、レールワーク使っていきながら、長乗りしていくサーフィンウェーブといった感じでですね。ちょっと波待ちは長かったけど、まあ、来たらある程度連続してきてくれるから、結構乗りやすい波だったかなと思います。頑張れば前に出れる波だったし、多少遅れてでも諦めないで、ちゃんと踏んでれば、結構いいゾーンでライディングができる波だったかなって感じで。で、行き過ぎちゃう時が結構あるんでね、そういう時はちゃんとターンしてね、切り返しながらみたいな感じなんですけど、まあちょっと難しめだったかなって感じがしますね、全体的に。まあただ、面白い波は結構入ってた感じで、初日はすごいレールワークを意識した練習になってきました。で、次の日ですね、5月9日金曜日。この日もですね、同じ場所ですね、コート前でやったんですけど、波サイズがですね、一気に下がってまして、波はちょっと遠めだったんですけど、ただ、パワーがなさすぎて沖のうねりが足りなさすぎてですね、インサイドのスキムの方が確実に形のいいのが来てたんで、朝一はね、スキム少しフロントサイド練習してきました。フロントサイド波がちょっとめったに最近は入ってなかったので、結構いい練習ができて。サーフィンウェーブと違ってですね、インサイドなんで、しっかり、意外と来る波は勢いがあって、ワントリックまで理想はいけるぐらいな感じで、まあ、基本は、ちゃんとターンして、流して、ウェーブライドみたいな感じですね。これとかすごいいいゾーンで当てて、最後加速していってるんですけど。そう、こんな感じで上から見ると分かりやすいかもしれないですけど、かなり形が綺麗に入ってきてるんでね。フロントを繰り返し練習するにはかなりいい練習だったかなと思います。アプローチの仕方とか、テールを踏んでしっかり一発で滑らかにターンするっていうのを意識しながらね、フロントサイドを結構やっていった感じで。あとはちょっと走る角度をですね、かなり斜めにしたりとかね。縦に入ってしまうとこういうパワーがちょっとね、小波でちっちゃい時、パワーがなくてね。その時はですね、もう完全にフロントサイドは特に、真横から走って追いかけるぐらいじゃないとね、長乗りができないんで。その辺のラインを見替えですね、結構いい練習になったかなと思います。いろんなトリックとかを試しながら、まあ練習しつつ。で、ここからですね、ちょっとサーフィンですね。一回西見に行ったけど波がなかったんで、結局同じ場所でサーフィンしていってます。で、前日のね、木曜日、5月8日木曜日に比べて、さらにサイズがなかったんで、もう基本パンプで踏んでみたいな感じで。これとかはですね、インサイドのスキムが狙える、スキムのフロントサイドを狙ってるこのピークまで当て込んで、パンプ踏んで当て込んだんですけど、最後。まあ、ここまではなかなかいけなかった。基本沖でもう潰れきっちゃう波だったんで、前日同様、パワーゾーンのキープを意識しながらやっていった感じなんですけども、前日よりもパワーゾーンキープはかなり難しかった感じでしたね。効いてきて最後惨敗になっちゃったんで、この辺で終了しました。さあ最後、5月10日土曜日ですね。オンショアでですね、まあサイズがちょっと上がってたのに加え、
夜中にですね、結構サイズが上がりまして、で、朝方にかけてもオンシャーがさらに吹いてたんで、波サイズが1メーター50センチ超えでですね、かなりデカ波になっておりました。ただですね、ベースがオンシャー波だったんで、面が整ってなくてね、かなり苦戦しました。波も分厚いし、なかなか落ちないしで、乗れてもどこ狙っていいか分かんないみたいな感じでですね、ちょっと苦戦はしたんですけど、相変わらず基本ライトの方が狙えてたんでね、ライト側を狙ってやっていた感じですね。結構流れもきつくて、ずーっとパドルし続けてた感じでですね。で、セットが来ちゃうと、かなり押し戻されちゃうから結構きつかった感じです。これとかすごいいいラインでテイクオフできたんですけども、先側が崩れちゃって、最後スピナーしたんですけど、叩き落とされて。これ見るとわかるんですけど、まあまあでかいんですよね。レール入れんの精一杯で、もう何もできなかった感じのライディングですけど、今のは。ちゃんと流れに耐えられれば、ピークには合わせられたのかなって感じですね。これいい感じでスピナーで切り返しましたね。ただこれもう先がね、ちょっともう潰れちゃってるから、もう続かない感じですね。基本、オンショアベースの波だったんで、この辺の時間はですね、もう風がね、完全に無風になってたんですけど、面は整ってはいなかったんで、オンショアベースの波で、やっぱり、ちょっと捕まえづらい、いいところをキープしづらい感じではあったんですけど、乗ってる時もね。頑張ってその辺は探しながらやっていくって感じですね。波サイズもかなりでかいからね、ドロップインした時の加速もすごいんでね、かなり滑走してる感じでですね。このサイズ感で練習できたのはかなり久しぶりなんじゃないかなと思います。これとかも悪くないですね。最後スープになっちゃったけど、スキムっぽい当て方できたので、フローターの仕方としては。こんな感じでね、いいとこ捕まえられると、多少ちょっとピークの波の上乗りすぎちゃったなと思っても、で、前出てね、ロングライドを続けられる感じだったんでね。これとかも、最初ブレーキ早いけど前には出れる。これは最後もう割れちゃったから、シュープになっちゃいましたけど。まあ、サーファーの方とかでフィンちゃんと使える人は、前に出れる波だったかなと思います。しっかりその辺は、テール踏みながら、僕の場合は。多少スープに捕まっても前に出るってことを意識しながら練習してきました。ただ最後ちょっとこんな感じでパーリングして、この日は終わりました、最後。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。